東洋歯科学術博士でいらっしゃいます宮脇純子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。100年前の、1月1日に中華民国ができたことになってまして、はい、それで2月の12日に清朝が崩壊してちょうど100年前なんですね。はあ、それでその王朝がなくなって皇帝がなくなって中国は近代化したと。で孫文の辛亥革命を日本が後押ししたと。だから孫文は偉いな中国近代を作ったんだと。だから台湾でも国父だし大陸でも尊敬されてる、そんな中国にはめったにいないというのは実は非常に怪しい話だっていうことから言ってました。孫文さんを応援したのは日本人で、英語が上手だったんでかっこよかったんですね。はい、で中国を早く近代化したいと思ってた日本人が孫文に本当にお金も人もみんなで援助したんですよ。はい、ところが彼はその中国の内部に地盤がなくて、華僑の兄さんハワイで教育を受けて英語は上手だけど内部に何の地盤もないので、はい、結局その軍閥やら遠征外やらを抑えることもできず乗っかってただけで。で孫文はその10回も革命に失敗してその都度日本に助けてくれと言ってきて、で日本人はその都度人よく助けたけどもとうとうそのあまりにもうまくいかないので日本人が愛想尽かして日本人からお金が来なくなった途端にソ連と組んで国境合作をして今度はソ連になびいて、でそれが今の中国なんですね。革命同士からは評判悪いし、中国人はあんまり評価してないけれど日本人が評価したので有名になって、向こうで革命に失敗して第二革命って遠征外にも負けて逃げ込んできたのに日本人が宋三姉妹の財閥と慶齢さんと結婚させたんでまた生き延びたんですね。だから満州国は侵略だ侵略だ、中国が侵略した日本の侵略だ、日本人が中国にいたのはおかしいとかみんな言うけれど、その地図どうぞ見せてください。これね、さあ先生、だから結局ですね、はい、その中華民国といっていかにもそのコロッと中国ができたのに日本が悪さしたみたいにみんな言うけれど、実際には1912年に成立した中華民国は最初から14省南の方のその国家づくりだって、チベットやモンゴルや珍教はこんなのと一緒にはやらないと言っていたし、もともとがでしかもその中華民国は遠征外がいる間はまだ良かったんですが、1916年遠征外死んじゃった後はもう四分五裂の軍閥闘争で。黄色いところが一応中華民国ですけども、はい、でもそれでも中が一つじゃないので政府がいっぱいあると。じゃあ誰を応援したらいいのかとか、誰に後押ししたらいいのか日本は全然分からなくて、それでその満州はロシアが入ってくる、ソ連が入ってくるっていうことで日本のその日露戦争の後の投資をどうやって守るかと。だから投資を守りたいから21か条要求でその日露戦争後のその日本の権益を中華民国にも保障してもらわないと、1906年から1912年までの間、それから1915年までの間だからもうその前にした投資が消えちゃうわけですよね。はい、それがその21か条約で日本が悪いと侵略したっていうけど、じゃあ中国はちゃんとその受け皿があったのかと、邦人保護してくれたかと、ね、要するに日本の商社マンとか家族とか企業とかちっとも保護してくれないわけですよ。それは日本だけではなくって欧米の工場もみんな保護してくれないんで、みんな邦人保護、自分の国の国民を保護するために実は、軍艦が並んでて、はい、で蒋介石に「お前は何とかしろ」とか言って揉めるわけですね。だから蒋介石は実は共産党よりも日本と組んでる方が安全なので最初は一生懸命共産党を討伐してたわけですよ。だって日本は出ていったら道は整備するし工場を建てるし人は雇うし、その国づくりを手伝ってくれてるようなもんで、投資してるわけでしょ。はい、で共産党は行く先行く先で食べ物は奪うわ、人は殺すわね、潰して歩いてるわけです。まあ言ってみて。共産党は。そうだって後先見ずに。
だから日本の方が話がつきやすかったんですね、蒋介石はね。実はでもそんなこと今じゃあ誰も何も言わないで、もう今いかにも最初からしっかりした日本のような国があって、人の国にわざわざ出てって日本人はなんて悪いやつだと言われるけれど、それは歴史は順番に見ないといけない。ということで、まあそれはまあそれぐらいで、だから実際には全然統一も何もされてない。だからこれが今の少数民族問題の元なんですよ。元ですよね。チベットもモンゴルもイスラムも全然中国じゃない。ですよね。全然別ですよね。この時ね。だって言葉も違う、宗教も違う。でこのモンゴルの下にこの軍閥というふうになってるんですね。ここはね今の内モンゴル。内モンゴルということなんですよね。でも内モンゴルの草原でモンゴル人がいるけれど、でも軍閥がもう自分でもうだんだん軍隊持ってどんどん入っていくので、なくなっていってたわけですね。なるほどね。でもちろんもう独立運動はするんですけどね。それでソ連でチベットはイギリスがそうするっていうような。もうちょっと次の方へ行きましょう。こんな感じだったんですね。いやちょっとそれでそれを省いて、はい。それで結局清朝時代はだから本当に今の形と同じでしょ。清朝というのは中国ではなくて、5つの種族の同訓連合国家っていうんですけども、中国人は白いとこだけで、チベットモンゴルそれからイスラム教徒は別々に暮らしていて、で満州人という実は縦文字使う中国人ではない人たちが一番上に乗っかっていて、支配して緩い支配をして連合体だったと。で日本が行く前の満州は結局はまだ満州人の故郷だけども人が少なくて、そこにロシアが目をつけてどんどん入ってきたのが日露戦争の原因なわけです、ね。今縦文字を使わないっていうふうにおっしゃってる。縦文字を使うんですよ。要は縦文字はこのね漢字を使ってなかったわけですよ。漢字を使ってない、このチェチェンハーンなんていう国もありますよね。これはモンゴル人のチンギス・ハンの子孫です、みんな。であれが今モンゴル国と内モンゴルに分かれたわけ。なるほどね。ですから昔は北京がこれ別に首都じゃなくてこれ南京。いやそれはね民代になって。そうだから北京は、この大きな連合体の首都で満州人の首都だったんですけれども、北の方はやっぱり清朝側なんですよ。清朝側でやっぱりね要するに辛亥革命起こったけども私たちは清朝の方が好きだと、ずっと思ってるわけですよ。で孫文たちは南の人たちで、だから北は危なくて乗り込めないので南京を首都にして南があったわけ、南にいたわけ。南京じゃないのね。南の方言で南京と。南京。本当ねこれやっぱりなんで昔は南京が首都だったんだっていうようなことでやっぱ思う人もいるだろうけども。だから中国ってねやっぱり一つじゃないんですよ。たくさんの種類の人が住んでるから、大きく分けても北と南じゃ文化が違うし、で北のもっと北はモンゴル人だったり、草原だったり森だったりしてまた違う文化で、万里の長城の北はもともとが大体中国じゃなかったところだし、いろんな人たちがたくさん別々に住んでるわけですよね。だから日本と違うので、そこに日本人が邦人保護に出てったことをそんなに文句言われてもねっていうのはあるんですね。ありますよね。これ1912年までこれだったんですよ。1912年ですよ皆さん。100年前までね。だから中国は要するに100年しかないわけまだ。だって中国って国ができたのは中華民国で1912年でちょうど100年ですよ。うわこういうことですよ皆さんね。だから本当はシナの方が正しいんですけどね、カタカナでね。いやシナって言わなきゃダメですねやっぱりね。チャイナだからね、チャイナだからシナでいいんですよ。なんでシナって言っちゃいけないんですかね。漢字が悪い漢字だって言って文句言われて、言い返せって言われて、それで負けたからしょうがないからっていうんで、戦勝国の中国の言い分を聞いたっていうのもあるんですけどね。シナ人でいいじゃないですか別にね。だから中国というのは国の名前だからいいんですよ。中華民国も中国、中華人民共和国も中国。でもその担い手のチャイナはシナだからシナ人でいいんですけどね。シナ人そうでいいんですよね。あるいは漢人と言ってもいいしね。だから中国人って言うからなんか5000年とかってそれはもう全部嘘なんです。もう一個地図を見せるんですけどね、なんで日本が満州出てく羽目になったかというと、結局日露戦争で日本がロシアに勝っちゃった、そうするとロシアはですね、賠償金の金の代わりに鉄道を渡す、
ということでその満鉄の元になる南満州鉄道を日本はロシアから譲られちゃったんですよ。はい。でしょうがないですよ、鉄道経営しないといけないので日本人は1906年から頑張って出ていくことになったんですね。はい。でその南にある関東州というのはもともと日清戦争で清朝からもらったやつを三国干渉で無理やりに返してたわけですよ。この一番南が違うここの鉄って旅順大連ですね。ここですね。そう旅順大連は日清戦争で実は日本は正式に獲得したのにロシアとフランスとドイツの三国干渉で返したらロシアが取ったと。返したらロシアがふんと取ってで鉄道を引いてそれでもう完全に満州をロシアが軍事支配したわけですよ。それで日本は満州はロシアのもんでもいいけども朝鮮までは来るなと言ったらロシアはいや朝鮮もって言ってずるずると出てきたので日露戦争をしたわけで勝っちゃったわけですよね。もう日本勝った。めでたく勝ったらもちろん朝鮮はもう日本の勢力圏だけども満州もそのロシアはじゃあまあ日本に譲らざるを得ないということで満鉄譲ったと同時に南満州鉄道っていうのがこのちょうど長春のちょっと南から南の方へ来るとこが日本領になったんですけどそうするとですねその沿線も全部もうロシアは手を引くと言って日露協約でこの縦線横線をロシアと日本が実は3回決めた3回の日露協約の、秘密条約でね。秘密条約で決めた。なぜかっていうとね清朝はね自分たちの土地だったのに日露戦争の時に私はロシアの味方もしません日本の味方もしません勝手にやってくれって手引いちゃったのね、それで日露戦争をしたらロシアは負けたけど日本と話をつければいいんだと。もう当時はね世界中が植民地支配してた時代ですからね。それでロシアと日本が鉄道の接続でたくさん協約を結んだ時に南満州は日本の勢力圏北満州はロシアの勢力圏、北京を通る線の東は日本西はロシアとこういうふうにロシアと日本が勝手に要するにそこから入っては来ないと来る時はもう日本が要するにお互いにそれ以上はしないということを決めてたんですね。そうしたら辛亥革命が起こって辛亥革命が起こってそれで日本はこの自分たちが日露戦争以後投資しているところをなんとかこう継続したいので21か条要求を遠征外に出したと。だから決して日本とロシア日本と中国の関係だけで21か条があるわけじゃなくてロシアが絡んでいるわけですよね。そういうふうに見ないといけないんでなかなかね世界史になっちゃうんで難しいんですよね説明がね。これやっぱりその日本どうしても21か条っていうのはですね、あれは無理難題を突きつけてだけどもあれで結局遠征外はそれを引き受けて1915年にそれで日本からたくさんの支援金援助をもらってまた金ですか。それで中華民国の政治を始めるわけですよ。で孫文はその時日本に亡命してて遠征外の悪口を日本で散々言ってそれで私にもし国を任せてくれたらそのあの時の希望条項要するに日本の軍隊と一緒の武器を持ちますよ日本の顧問入れますよってあれ孫文がみんな言ったんです先に。日本の民間とねそう私がもし私遠征外じゃなくて私の味方してくれたら私だったらもっと日本に譲歩しますって言ったの。でそれが外務省に伝わってそれを遠征外に言ってみたら跳ねつけられたんですけどね当たり前だけど孫文はだから本当に日本にとって全然いいことしてくれてないなと。皆さんね中国人はなんか言うことを信用しちゃいけないです昔から。中国人嘘つかない嘘ばかりですよ本当。お互いのねライバル関係のためにみんなが日本に来て援助してくれって言っては相手の悪口言うとか私だってこうするとかっていうので日本もあんまり賢くないっていうよりも私はやっぱりその外交ベタだったって今もベタ下手だけどあの時も長い間鎖国してるので外国に翻弄されちゃうんですよね中国にはね。もうなんか聞いてたらもうなんか
もうがっかりするんですけどね。がっかりしますよね。それだけの話ですよ。でも日本人は真面目なんで、写真見せましょう、写真。写真日本人は真面目なんでね。はい。そう、これじゃあこれね。これはい。もうね、張学良はね、日本から追い出されたって言って散々文句言って、日本人、要するに異国である中国に入ってきて日本人全部出てけ、全部置いて出てけって張学良は言ったんでしょ。それが満州事変の原因でしょ。その張学良が建てたお屋敷です。だから本当にもうね、取った税金は全部軍隊に回すし、国民のことなんか全然考えてないし、しかもこの人は満州人でなくて万里の長城の南から行った、要するに後から行った人だから、それなのに自分は中国人だ、だからここは私が取る権利があるみたいなね。中国人というものの言い方っていうのはいろんなように使えるんですね。そうですね、好き勝手にね。怖いですね。それで日本はですね、その満州事変でこう保護しちゃったおかげでというか、もう必死になって外国にバカにされないように街づくりをしたわけですよね。もうどんどん投資をして近代的に。すごい綺麗な街づくりですね。日本が統治してるからこんなに汚いってもう絶対言われないようにと思って国力を上げて国を挙げてもうじゃんじゃん投資をして整備をして、おかげでですね、実は中国人も結構いい生活というか幸せな法典も、これは日本統治時代の法典で平和な感じしません？だって日本は商店伊勢屋とかってね、商店は出してるし、普通に混じって住んでるんですけれども、これはね、内モンゴル人の楊海英さんが言ってるのは、日本人ってのはモンゴル人だからだけで人は殺さないよねっていう。つまり中国人はこの土地が欲しいって言ったらお前はモンゴル人だろと言って殺すような人だと。日本人は法費って言われたのは法律守る人なの。だから法律にのっとって全部やるから、その土地の人が日本の支配だから悪かったかっていうとそんなことないわけですよ。軍閥の支配してる方が税金は勝手に上げたり、あんな勝手な建物建てたり、南攻めに行っては物資をよこせと言ったりするけれど、日本人はみんなのことも考えるから日本のことだ。だからね、植民地って言いたくないですね。植民地にも2つの定義があって、ヨーロッパは例えばアフリカやら東南アジア、オランダのインドネシアでも現地にちっとも教育制度も置かないで奴隷扱いして見下して、働かせて吸い上げたでしょ。日本は投資してんですから、現地に学校は作るし、その次の写真もね、これが有名な武順炭鉱。炭鉱でね、炭鉱を開発しないと満鉄走りませんからね、鉄道。だから一生懸命になってこうやって近代的な炭鉱を作って石炭を取る。これは満鉄が経営したんですね。なるほどね。だから満州事変は1931年ですけども、その前もう25年間四半世紀満鉄が満州に散々投資をして、すっごくきれいに港も作り鉄道も整備し、付属地を作り病院を作り学校を作りして、それでこの炭鉱を開発していたら、張学良がここは中国だから全部置いて出てけ、保証もなしにね、出てけと言って打ち壊したりいじめたりで、朝鮮人の土地を取り上げて、朝鮮人は日本人として入って農民をしてましたからね。なるほどね。でそういう人たちに要するにこれまで売った書類を全部没収して、売国だって言っては法律守らないわけね。つまり外国との条約と考えてないと。そこがやっぱり中国っていうのは政治が先なので、前もって要するに前の人が決めたって、それは俺が決めたんじゃないからっていうんでここを挟にして。ということで昔は軍隊持ってたんで、こんなわけにはいかないよ、じゃあもう軍しかないねって言って満州事変になっちゃったわけですよ。で今は軍ないから、じゃあどうするんでしょうね。本当です。どうしたらいいんですか。いや、私いいアイデアなんです、もし今度何か中国と揉めたら、中国人が買った日本人の土地を全部取り上げるってどうですか。これね、逆にもう絶対いいと思います。僕それ絶対そういう。だってお互い国と国の関係っていうのはね、相互の
対等だっていうのが常識で、日本人が中国の土地買えないのに、なんで中国人は日本の土地買えるんですか？それはね、相互作用っていうかちゃんとしないといけない。司法書士が心配しだしてね、本当はね、だから彼らがもし売らないって言ったら法律違反で日本の政府に罰せられるんですよ今ね。それなのにその人たちがね、半分ぐらい外国人のね書類作っててね、こんなんでいいのかって言ってね、そのみんながやっぱり自覚がなくて、だから自覚のある一部の人がすごく心配してるわけです。でも私こんな民間までとうとう問題が降りてきて、普通の日本国民が心配しだしたって言って、もう政府は何してる、外務省は何してるっていうとこまで来てますよね。でもだからその政治解決だとしたら、もし何か事態が起こった時には敵国条例で、それこそアメリカが日本人の土地取り上げたみたいに。あれだってアメリカ人だったのに日系だっていうだけで収容所入れたでしょ。ありましたね。だから日本人だってそんな法律1個作ればいいわけだ。なんですけど、日本人でできるかどうかの、それは日本人の覚悟ですよね。覚悟ですよね。これはやっぱり頑張ってもらわないと。でもまあ徴学料に話戻すと、つまり保証もなくね、これまでの投資もね全部捨てておいてけ、なぜならここは中国だっていうのは後で中国になったと。前日本が投資を始めた時はまだ中国はなかったわけですよ。清朝だし、中華民国もなかったし、でロシアとかの話し合いで決めちゃったことだったんですけれども、それを遡って返せっていうのが満州事変の原因で、でも自分たちの援助で傀儡国家ですけれども作ったんで、頑張ってそれを世界並みのレベルにしようとして大投資をしたんです。それが今の中国につながるわけですね。だって日本の教育のおかげで中国人のレベルが上がったんですよ。鉄道だって満鉄の写真、最後にもうちょっと抜いて、アジア号ね、もう皆さん有名な。だからこういうふうにしてこれだ、もう何にもなかった土地に鉄道の路線を張り巡らして近代化をした日本ということで、これが現代中国のステップ始まりになってるのに、それを悪いと言われて、やっぱり歴史というのはね、やっぱりその時の実情を虚心坦懐に見るということでないと本当のことわからないと。今から遡って政治って言っちゃうと本当に分かんなくなるので、本当のことを分かんないといけませんと。